あなたが一粒の果実を口にした瞬間、全身の細胞が変異を始める。皮膚、筋肉、血管、あらゆる組織がゴムの性質を獲得し、あなたの腕は数メートル先まで伸びる。銃弾は腹で跳ね返り、雷すら通さない体になる。ワンピースのルフィが食べたゴムゴムの実も、しこの悪魔の実が現実に存在したら、科学的にあなたの体はどうなるのか。これはあなたが思うほど夢の能力ではないかもしれない。まずゴムとは一体何なのかを科学的に理解しよう。天然ゴムの正体はポリイソプレン。炭素と水素からなる長い鎖状の高分子だ。この分子差は通常はランダムにくねくねと折りたたまれている。引っ張ると鎖が伸び、くと元のランダムな状態に戻ろうとする。これがゴム、弾性の正体だ。金属のバネとは全く違う原理で、ゴムの弾性はエントロピー、つまり分子の乱雑さが元に戻ろうとする力で生まれている。では天然ゴムの物性を見てみよう。ゴムのヤング率、つまり硬さは1から10メガパスカル。人間の骨は約1万6000メガパスカル。つまりゴムは骨の1600分の1から1万6000分の1の硬さしかない。一方、引き伸ばしに対しては元の長さの6倍から10倍まで耐えられる。人間の骨がたった2から 4% の変形で折れるのに対してゴムは桁違いだ。つまりゴムの実を食べるということは、あなたの体の力学的性質が根本から書き換わるということだ。まず最も深刻な問題から始めよう。骨のゴム化だ。人間の骨格は206本の骨で構成され、体重を支え内臓を保護し、筋肉の支点として機能している。骨のヤング率は約16ギガパスカル。鉄鋼の約80分の1だが、体を支えるには十分な硬さだ。これがゴムに置き換わると、硬さは1万分の1以下に激減する。まず立てない人間の大腿骨は歩行時に体重の約2倍から3倍の力を受ける。体重70キロの人なら大腿骨には約1400から2100ニュートンの力がかかる。ゴムの硬さではこの力に耐えるだけの剛性が全くない。あなたの足は自分の体重で文字通りぐにゃりと曲がる。タコのように地面にへたり込むだろう。だがルフィはなぜ立てるのか。作中では丹田で解決されているが、科学的には一つの可能性がある。ゴムの顆粒だ。天然ゴムに硫黄を加えて加熱すると、分子差同士が化学結合でつながれ、硬さと強度が飛躍的に向上する。チャールズ・グッドイヤーが1839年に発見したこの技術は、柔らかいだけのゴムを実用的な材料に変えた。もしルフィの体が覇気や訓練によって生態的な顆粒を行い、骨のゴムの過拍子密度を自在にコントロールできるとしたら、普段は柔らかく伸び縮みしながら力を入れた瞬間に骨を硬化させることも理論上は可能だ。次にルフィの最も象徴的な能力、腕が伸びるを科学的に検証しよう。人間の皮膚にはコラーゲン繊維とエラスチン繊維が含まれている。エラスチンは生体内で最も弾性に富むタンパク質で、元の長さの約 150% まで伸びて元に戻れる。だがそれが限界だ。一方天然ゴムは600から 1000% 伸びる。腕の長さが約70センチだとすると、ゴム化した腕は理論上 4.2 メートルから7メートルまで伸ばせる。計算になる。ルフィのゴムのピストルが実現可能な射程距離だ。しかしここに重大な問題がある。腕が伸びるとき、皮膚だけでなくその中の血管、神経、筋繊維も全て同じ比率で引き伸ばされる。体積が一定だと仮定すると、腕を5倍に伸ばした場合、断面積は5分の1になる。血管の断面積が5分の1になれば、血流抵抗は
ハーゲン・ポワズイユの法則に従いなんと25倍に跳ね上がる。これは伸ばした腕への血流がほぼ遮断されることを意味する。普通の人間なら数分で虚血壊死が始まるだろう。だがここでルフィのギア2が科学的に理にかなってくる。作中でルフィは血管をポンプのように使い血流を加速させる。もし血管自体がゴムであれば通常なら破裂するほどの血圧にも耐えられる。通常の大動脈は120から 180mm HG の血圧で機能し、300を超えると血管破裂のリスクが生じる。だがゴム製の血管なら理論上は数千の血圧にも耐えられるはずだ。心臓がその圧力を生み出せるかはまた別の問題だが、作中でルフィはエネルの雷を完全に無効化したゴムは絶縁体だから電気を通さない。直感的にはもっともらしい。では科学的にはどうか。天然ゴムの体積抵抗率は10の13乗から15乗オームセンチメートル。これは確かに非常に優秀な絶縁体だ。電気工事用のゴム手袋は数万ボルトの電圧から作業員を守ることができる。しかし雷は次元が違う。典型的な落雷の電圧は約3億ボルト。電流は最大20万アンペアに達する。天然ゴムの絶縁破壊強度は約20キロボルト毎ミリメートル。人間の皮膚の厚さは平均約2ミリ。ゴム化した皮膚が全身を覆っていたとしても2ミリのゴムが耐えられる電圧はわずか4万ボルト。3億ボルトの雷に対しては7500分の1の耐性しかない。つまりゴムの体を持っていても現実の雷は余裕で貫通する。空気中を数キロメートルにわたってプラズマの道を切り開いてきた電流にとって数ミリのゴム皮膜は紙と同じだ。ただしもしルフィの体が表皮2ミリのゴムではなく体の内部すべてが均一にゴム化しているなら話は変わる。胴体の厚さ約30センチ、300ミリのゴムが絶縁体として機能するなら耐えられる電圧はボルトまで上がる。それでも雷の3億ボルトには全く足りないが、作中のエネルの攻撃が2億ボルトの設定であることを考えると、ルフィの体が特殊な高絶縁性ゴムでかつ全身の厚み全体で絶縁するなら理論上の可能性はゼロではない。ただしその場合ルフィの神経系も絶縁されてしまい神経伝達が不可能になるという致命的な問題が生じる。体を動かすことも痛みを感じることもできない。ここまでは問題点ばかり語ってきた。だがゴムの体には科学的に見ても驚くべきメリットがある。まず打撃の完全吸収だ。ゴムの最大の特徴は衝撃エネルギーの吸収能力だ。人間が殴られた時の問題は力が局所的に集中し組織が破壊されることだ。ゴム化した体ならパンチのエネルギーは広範囲に分散され変形として吸収された後元に戻る。時速60キロで飛んでくるボクサーの拳約400から700ニュートン程度ならゴム体は文字通りビヨンとへこんで跳ね返すだけだ。骨折もなければ内出血もない。次に落下衝撃への耐性だ。人間が高所から落下して死亡するのは急激な減速による内臓の損傷が原因だ。ゴムの体は着地時に大きく変形することで減速距離を稼ぎ体にかかる G 力を劇的に低減できる。自動車のエアバッグやクランプルゾーンと同じ原理だ。ゴム人間は人間サイズのエアバッグを常に内蔵しているようなものだ。さらに圧力耐性にも注目したい。ゴムの体積弾性率は約1000から2000メガパスカルで水とほぼ同じだ。つまりゴム人間の体は水と同じようにほぼ圧縮されない。深海の高圧環境でも体が押しつぶされにくいということだ。呼吸の問題は解決しないが体の構造を維持したまま深海に潜れるのは大きなアドバンテージだ。
最後にルフィのギア技を科学的に検証しよう。まずギア2、血流加速だ。心臓のポンプ機能を強化して血流を加速する。これは実際のスポーツ科学に根拠がある。運動時の心拍質量は安静時の4倍から5倍まで増加する。ゴム製の血管なら通常の5倍以上の血圧にも耐えられる。血流速度が上がれば筋肉への酸素供給量が増え、運動能力は飛躍的に向上する。問題は発熱だ。血流が加速すれば代謝も加速し、体温は急上昇する。人間は体温42度を超えると脳のタンパク質が変性し始め致命的だ。だがここでもゴムが有利に働く。ゴムは熱伝導率が低いため、筋肉で発生した熱が脳に伝わりにくい可能性がある。ただし逆に体から熱を逃がしにくいという問題も生じる。次にギア3、骨風船だ。骨に空気を吹き込んで膨らませる。通常の骨でこれは不可能だが、ゴム化した骨なら風船と同じ原理で膨張可能だ。ルフィが口から吹き込む空気圧は肺の最大呼気圧約15キロパスカルに制限される。仮に厚さ5ミリ、弾性率5メガパスカルのゴム管だとすると、15キロパスカルの内圧では半径をおよそ 1.5 倍にするのが限界だ。作中のような巨大化は通常の肺活量では不可能だろう。最後にギア4だ。覇気によるゴムの弾性を組み合わせる。ギア4は材料科学的に見ると繊維強化エラストマーに最も近い。カーボンファイバー強化ゴムのような複合材料はゴムの柔軟性を保ちながら引き調強度を飛躍的に高める。覇気をカーボンファイバー的な強化層と考えれば、ギア4は科学的に最も合理的なパワーアップ形態と言える。もしゴムの実が現実に存在し、あなたがそれを食べたとしたら、まず立てなくなる。骨が柔らかすぎて体を支えられない。腕は確かに伸びるが血液が届かず壊死する。雷は防げない。神経伝達も危うい。だが打撃には無敵になる。高所から落ちても死なない。銃弾は跳ね返す。そして何よりあなたの体は従来の物理学では想像もできなかったような動きが可能になる。結局のところゴムの実は食べるだけで最強になれる能力ではない。ルフィが強いのはこの一見ふざけた能力の可能性を極限まで引き出す想像力と、世界で一番自由な男であろうとする意志があるからだ。小田栄一郎先生が一番ふざけた能力を主人公に選んだ理由、それはゴムのように柔軟な発想こそがどんな壁も越えていく最強の武器だということを25年以上にわたって証明し続けているのかもしれない。さて、もしゴムの実が現実に存在したとして、あなたは食べますか？ただし泳げなくなることはお忘れなく。